カメラの前で無邪気にはしゃぐ黒人の少女。もし大金が手に入るとしたら、あなたはこの子を悪人に引き渡せますか。2025年5月29日、南アフリカ西ケープ州サルダニャ湾コミュニティセンターでは、世間の注目を集めたある事件の裁判が行われていました。終身刑の判決と同時に傍聴席から湧き上がる歓声。被告人の女性は口をつぐんだままその場に立ち尽くしていました。女性の名はケリー・スミス。聴衆の誰もが激しい憎悪を抱き、彼女を睨みつけていたのです。なぜならケリーはたった15万円ほどの額で6歳の娘の眼球と皮膚を売り飛ばしたから。たった15万ほどの額で我が子の皮膚と眼球を売り飛ばした母親。彼女がわずか6歳の少女を手放すに至った経緯とは。少女の小さな体は不気味な迷信と欲望のために利用されてしまったんです。おさすけんちゃんです。やみやみこです。最近ね、ようやく涼しくなってきたじゃない。まあね、秋っぽくなってきたね。こういう時にどういう格好で寝るかってちょっと悩むし、ベストな気持ちいい寝方ってあると思うの。ちなみに私は窓を開けてちょっと寒かったりしても布団をかぶりながら寝る、夜風を浴びながら寝るみたいなのがすごい気持ちいいんだけど、いいね。あなたどんなのが好き？俺は夏はエアコンガンガン。夏の話はしてない。で今もうちょっとつけてるわ。ちょっと寒い方が寝れる。顔だけ出して他でも寝れる。でも足温めるのちょっと気持ち悪くない？布団でもさ、お腹ぐらいにかけときたくなるときはない？全部かけてる。足だけ出すとなんか誰かにくすぐられんじゃないか。守られたいの。なんかカプセルかなんか寝ればいいんじゃない？カプセルだとカプセルの中に誰かいるかもしれないです。それまた別の話になってくるわね。今回ご紹介するのは南アフリカ西ケープ州で起きた事件について。母親が6歳の娘を売ってしまうんですが、取引相手が欲したのはその少女の皮膚と眼球だったんです。いわゆる臓器売買みたいなことよね。何に利用しようっていうのそれを、今回だけではなく南アフリカでは人体の一部が人身売買されるってことがかなり社会問題になってるんです。ある日娘が行方不明になったと警察に届け出た母親。しかしその母親の振る舞いは到底娘を案じているとは思えなかったんです。見えすいた隠し事。2024年2月19日、南アフリカ西ケープ州サルダニャ。質素な仮設住宅が並ぶ集落ミッデルポスで、警察がとある家庭を訪ねてきていました。ボーイフレンドに6歳の娘を預けていたんですが、急にいなくなってしまって。困ったように話すその女性の名はケリー・スミス。彼女の娘ジョシュリンは自宅の前で遊んでいたところ、突如として行方不明に。ジョシュリンは緑がかった珍しい色の瞳と黒人としては色白の肌を持つ美しい少女。おとなしく真面目な性格から学校でも慕われていた彼女の失踪の知らせを聞くと、近隣住民もこぞって捜索に協力しました。しかし1週間経ってもその行方は一向につかめなかったのです。住民の協力によりジョシュリンの写真はテレビや SNS で瞬く間に拡散。ケリーは悲劇の母として多数の同情を集めました。有力な情報には100万ランド、日本円にして約790万円もの懸賞金がかけられ、事件は世間の注目の的となったのです。一方、警察の見方はそんな世間の反応とは少し違っていました。あの母親、どうもおかしくないか。警察は母親のケリーから失踪の通報を受けた当初から彼女の振る舞いにずっと違和感を覚えていたのです。なぜならケリーが通報したのは娘のジョシュリンが失踪してから6時間も後のことだったから。また近隣住民の誰もがジョシュリンの身を案じ捜索活動に勤しむ中、ケリーはただ一人取り乱すこともなく落ち着き払った様子に見えていました。そう、彼女は決して娘を心配しているようには見えなかったのです。6歳の娘が失踪した後6時間何してたのかしらね。通報しないっていうのはなんか怪しさ感じちゃうわよね。そのため警察もケリーのその日の行動について重点的に捜査を進めたんです。すると彼女の周辺からもう手遅れかもと思わされるような証拠が見つかったんです。警察がケリーの周辺で聞き込みを行うと、複数の近隣住民から次のような証言が寄せられました。ケリーが2万ランドで娘を売ったと言っているのを聞いたんです。2万ランドは日本円にして15万円ほどの額ですが、貧困地区の仮設住宅に暮らすケリーにとっては大金。生活苦の中で娘を売るしか選択肢がなかったという話は、現地の事情を踏まえればありえないことではないように思えました。しかしケリーの自宅周辺を捜査していた警察はこの後、生活苦であったにしても普通の母親なら絶対にできないさらに残酷な行為の痕跡を見つけてしまうのです。そこで発見されたのは
血まみれの布と一本のナイフでした。小さな少女の人身売買になぜそれらの道具が必要だったのか、その場に居合わせた警察はジョシュリンの身に起こったことを想像し、誰もが血の気の引く思いでいました。ここからケリーは事情聴取を受け、数週間以内に恋人のジャクエン・アポリス、友人のステベノ・ファンラインと共に逮捕。2024年3月中に3人は誘拐、人身売買の罪で起訴されるのです。人身売買の相手は眼球と皮膚を欲してたって言ったけど、それは何？もう引き渡された直後にその現場でナイフで取っちゃったってことなの？もうこれ普通の母親だったら耐えれないですよね。ケリーはもはや娘のことなどどうでもよくなるほどまともではなくなっていたんです。過ちと転落。6歳の娘を人身売買に出してしまった女性ケリー・スミス。彼女は幼少期、母親の経済的な問題から祖父母に育てられました。祖父母はケリーを大事に育てたようで、学生時代の彼女は物理や数学で常にトップクラスの成績を収める優秀な生徒だったといいます。しかしここからケリーの人生は一気に転落の道をたどっていくのです。高校卒業後、ケリーは漁船の乗組員として内定をもらっていました。ところがそれは入社を控えての健康診断でのこと。申し訳ないが、ドラッグをやっている人を船に乗せるわけにはいかないな。そう、ケリーは高校を卒業後、違法薬物に手を出してしまいました。違法薬物はこの地域のギャングの収入源となっており、首都のケープタウンだけでも約20万人の中毒者がいるとされます。その7割は未成年とされており、この地区で暮らしていたケリーもその風潮に流されてしまったのです。健康診断で薬物使用が発覚したケリーは、漁船の仕事を内定取り消しに。勉強が得意だった彼女はその後、企業の管理職としての試験を受け、優秀な成績を収めますが、またも薬物依存が足を引っ張り、採用には至りませんでした。こうしてケリーは職を得られないまま、その生活は貧困と薬物乱用の泥沼に陥っていくのです。まともな状況じゃないっていうのは薬物中毒だったってことなのね。それだから仮設住宅で仕事もなく暮らしてたってことなのね。そうなんです。やっぱね、ルイは友を呼ぶって言うじゃないですか。このケリーの交友関係もやはりまともではなかったんです。薬物に溺れる暮らしの中、ケリーにはホセ・エムケという恋人ができました。しかしホセは粗暴な男で、ケリーにたびたび暴力を振るっていたのです。そしてそれはケリーがジョシュリンを妊娠していた頃のこと。この時はいつになくホセとケリーの喧嘩がヒートアップ。出て行け、二度と帰ってくるな、そう言われ家を追い出されたケリーは路上でジョシュリンを出産しました。この時は近隣住民がケリーの出産をホセの母親に知らせ、ケリーと赤ん坊のジョシュリンは病院へ搬送されることに。こうして無事出産はできたものの、重度の薬物中毒だったケリーにまともな子育てができるはずもなく、ジョシュリンは5ヶ月も出生登録が行われていませんでした。最近は家事手伝いの仕事をさせてもらっていましたが、ケリーは給料が現金支給だとすぐに薬物に使ってしまいます。そのため子供のことを案じた雇用主は食料で給料を支給していたとも。後に共犯となる恋人ジャクエンと友人ステベノも揃って薬物中毒者。すさみきったその環境の中、ケリーは娘の命さえお金に変えてしまう最悪の選択をするのです。もう薬物のことしか考えられないような状況じゃないのよ。そんな中で生まれた子供はもうかわいそうで仕方ないわよ。加えて南アフリカでは幼い子供が高値で取引されるという闇のマーケットがあるんです。ケリーは伝統の名を借りたその犯罪者に手を貸してしまったんです。緑の瞳と白い肌。娘のジョシュリンが失踪する約半年前からケリーは知人にこんなことを話すようになっていたといいます。家庭の事情で子供を手放すことになったの。2万ランドでって話だけど、私としては5000ランドでも十分なくらいよ。来年の1月か2月には映画みたいな大騒ぎになるわ。探し回っても何も見つからないだろうけど。そう、ケリーはこの後娘が失踪し、多くの人が同情して捜索に協力することも、自分が悲劇の母ともてはやされることも想定済みであるかのように話していました。そしてついにその日が訪れてしまうのです。2024年2月19日の朝、ミッデルポスの集落に立つ仮設住宅の前に1台の白い車が止まった。しばらくするとその家の中からケリーが娘ジョシュリンの手を引いて姿を現した。もう片方の手にはジョシュリンの着替えを詰め込んだ大きなバッグが。さあジョシュリン、乗るんだよ。さっきまで泣いていたためか、その目を赤く腫らしたジョシュリンは半ば強引に車の中へ押し込まれた。連れてきたわ。ケリーが運転手の女に話しかけると、女はすぐに後部座席に乗った親子の方へ向き直る。
そして女はジョシュリンを舐め回すように見た後、シワが深く刻まれたその顔に気味の悪い笑みを浮かべこう言った。本当に綺麗な目をしてるね。それにこの肌の色。いい薬が作れそうだ。女の正体は南アフリカではサンゴマと呼ばれる呪術師。伝統薬黒いムティの材料として生命力の高い幼い子供の人体は重宝される。ジョシュリンの緑がかった瞳と黒人としては色白とされる肌にサンゴマの女はこの上ない効能を見出していた。失踪前日の夜、ジョシュリンは大泣きして外へ飛び出し、母親のケリーが平手打ちしながら家の中へ引きずっていく姿を近隣住民が目撃していました。ジョシュリンはサンゴマに売られることを母親から聞き、逃げ出そうとしていたのかもしれません。目と肌で薬を作るなんて、そんな文化と言えるのか。文化があるわけね。サンゴマと呼ばれる呪術師は古くから南アフリカでは尊敬の対象ではあったんです。中には古くからの迷信を信じ、儀式の中で殺人を犯すサンゴマも存在するんです。というわけで本日のメドラキーワード、サンゴマとムティのための殺人について。サンゴマとは占いと薬草で病気を治療する南アフリカの伝統的な呪術師。2007年には法律上でも伝統医療従事者と認められました。国民の 80% が一度はサンゴマを頼ったことがあるとされるほど南アフリカでは親しまれた存在なのです。サンゴマは植物の根や樹皮、動物の骨や皮などを用いてムティという伝統薬を調合します。一方、サンゴマの中には黒いムティと呼ばれる禁断の薬を作り、黒魔術に手を染めるものも。黒いムティの材料は人体の一部。人体には霊力を最大限に引き出す効能があるとする迷信に従い、殺人行為に手を染める闇のサンゴマが存在するのです。伝承では人間の眼球は洞察力、先見の明を司るとされており、未来を見通す占いに利用されるといいます。また人間の皮膚や脂肪は幸運を呼ぶとされ、金運や商売繁盛の祈祷に用いられることも。珍しい色の瞳と皮膚を持つジョシュリンは黒いムティの材料として高い効能を持つと判断された可能性があるのです。南アフリカでは近年誘拐事件が急増しており、2023年から2024年にかけては1年で1万7000人以上が行方不明になっています。3年前に比べてその数は3倍となっており、近年はサンゴマを主とした闇のネットワークの存在が社会問題となっているのです。今回の事件に関してケリーをそそのかしたサンゴマの女も逮捕されましたが、証拠不十分で起訴には至っておらず、真相究明は難航しています。またサンゴマの黒魔術には古くからの慣習の側面もあるため、容易に撲滅できる問題でもないと考えられているのです。2025年3月、ジョシュリンの事件の裁判の日が決定すると、市民たちの関心の高さから傍聴希望者が殺到。西ケープ高等裁判所では座席数が足りず、サルダニャ湾コミュニティセンターが臨時の会場として使用されることに。ケリーはこの裁判において、ジョシュリンの瞳と皮膚が術にぴったりだとサンゴマにそそのかされ、その報酬に目がくらんだと確かに供述しました。まあやっぱりいくら異文化だといえ、そうやって娘の命を犠牲にしてもいいとかっていう倫理観は全く理解できないと思う。貧困や薬物の蔓延っていうのがそれだけ人の心を狂わせるってことなんです。それらが蔓延している社会だからこそ、貧困層の子供を出しに妙な儀式を行う犯罪者も後を絶たないんです。事件から1年後の2025年5月29日、ケリー、恋人のジャクエン、友人ステベノの3人に下された判決は、人身売買に対して終身刑、誘拐に対して懲役10年。裁判官は判決に際し次のように述べました。被告人は事実を都合よく操作する人物であり、悔い改める様子も見受けられません。減刑の余地は皆無で、これ以上厳しくできないほどの刑罰がふさわしいと判断しました。南アフリカの司法が下せる最大限の罰に傍聴席からは歓声が上がりました。しかし犯人が裁かれてなお、この悲劇が終わることはありません。そう、ジョシュリンの居場所は未だ分からずじまい。彼女の祖母アマンダは刑を下されてなおだんまりを続けるケリーに対し強くこう訴えました。娘には激しい怒りを感じています。もう顔も見たくない。ただお願いだから、孫が今どこにいるのかだけは白状してほしいです。このように多くの人が、ジョシュリンは今もどこかで泣いているのだとその帰りを待っています。一方で気がかりなのは、ケリーの自宅付近で見つかった血まみれの布とナイフのこと。人体が黒いムティの材料として用いられる際、生きたままその部位を取り出すとより高い効能が得られるとも信じられています。だとすればジョシュリンも。血のついた布やナイフは法医学的な調査にかけられたとされていますが、その結果について当局は口を閉ざしているのです。
薬物に溺れる暮らしの中で高額な報酬に惹かれ、わずか6歳の娘を生贄に差し出したケリー。鬼畜の選択をできる彼女は犯行時の言動も含め、もはや人の心が残っているようには思えません。ケリーが薬物に手を出したその瞬間から転落していったように、あなたには人生を一変させた過ちの経験がありますか？取り返しのつかない状態から抜け出す方法は本当にないのでしょうか？